今回は砂糖不使用のリンゴケーキの作り方をご紹介します。お砂糖や甘味料も使わず、リンゴの甘みを最大限に活用した自然な甘みが感じられるケーキです。腸活もできる体に優しいスイーツ、早速作っていきましょう。今日はリンゴ2つで作ります。おおよそ 600g。 このレシピは約 300g のリンゴ1個でも作れますので、最後にリンゴ1個で作った場合と2個で作った場合の味の違いもご紹介したいと思います。リンゴは皮ごと使うのでよく洗います。農薬の使用量が多いと言われる果物なので、重曹水や野菜洗いを使って農薬を落とすとより安心して食べられます。ボウル1杯、約 500ml の水に重曹を大さじ2杯ほど溶かします。混ぜたらリンゴをつけて 2、3 分置いてからこすり洗いします。最後に流水で洗い流して完了です。次はリンゴを切っていきます。2個あるうちの1個半を薄切りに、残りの半分は角切りにします。4等分にしたら種を取り除きます。薄く切りすぎると割れやすくなってしまうので、5ミリ前後の厚さに切ります。この薄切りにしたものはケーキの表面に並べるリンゴです。1個と半分を薄切りにしました。残りの半分はケーキの中に入れるリンゴなので小さめに切ります。今回のリンゴケーキはフライパンで作ります。20センチのフライパンを使いますが、大きさは多少前後しても大丈夫です。くっつきにくいフライパンがおすすめです。切ったリンゴをフライパンに入れます。今回は砂糖不使用で作るので、最初にリンゴだけを加熱して甘みを最大限に引き出します。最初は量が多く山盛りになりますが、加熱するうちにかさが減りますので気にしなくて大丈夫です。すべて入れたら、水分と甘みを引き出すためのお塩を1つまみ入れます。レモン汁を大さじ2。風味付けのシナモンを加えます。今回は小さじ1/2ほど加えていますが、シナモンが好きな方は少し多めにしても良いと思います。苦手な方は入れなくても美味しく作れます。最初は中火からスタート。リンゴが山盛りで蓋が閉まらない場合は、かさが減るまで蓋なしで加熱してください。しばらくしてジュージューと焼ける音がしたら、弱火に変えて10分ほど加熱します。リンゴは加熱することで食物繊維の一種であるペクチンが6から9倍に増えるとされており、生で食べるよりも腸内環境を整える効果が高まると言われています。このペクチンは天然の整腸剤と言われるほど、下痢にも便秘にもよく働く優れもの。水分が抜け甘みが増すだけでなく、体に良い効果を発揮してくれるのは嬉しいですよね。弱火で10分ほど加熱し、全体がくたっとなっていたら OK です。加熱したリンゴは一度バットやお皿などに移します。フライパンは洗わずにバターを 10g 入れます。
バターは風味付けと表面をツヤっと仕上げるために入れていますが、油を控えたい方は入れなくても作れます。バターを溶かしたら、先ほど加熱した薄切りのリンゴを並べます。なるべく隙間なくぎっしり並べた方が出来上がりがきれいになります。真ん中や端の隙間に小さいリンゴのかけらも敷き詰めます。余ってしまった薄切りのリンゴは後で生地に混ぜ込みます。リンゴの煮汁は捨てずにフライパンの中に流し入れましょう。次は生地を作ります。卵2個をボウルに割り入れたらホイッパーで混ぜます。卵がメレンゲ状のふわふわになるまで混ぜる必要はないですが、気持ち長めに混ぜることで生地がふんわり仕上がります。1分くらい混ぜました。牛乳または豆乳などのお好きなミルクを大さじ2杯入れます。軽く混ぜたら次は米粉。製菓用の米粉があればベストですが、なければ普通のものでも問題ありません。100g 量り入れます。ベーキングパウダーは米粉の上に小さじ1乗せます。このベーキングパウダーはアルミフリーの有機なのでおすすめです。ベーキングパウダーを米粉に軽くなじませたら、粉が飛び散らないように全体を混ぜ合わせます。余っているリンゴをすべて入れます。薄切りにしたリンゴが大きかったので、ゴムベラで崩しながら混ぜ合わせていきます。混ぜたらすぐに焼き始めます。生地を流し入れたら軽く厚さを均等にします。蓋をして25分焼きます。途中まで中火と弱火の間の火加減で焼いていきましょう。3分くらいすると周りの生地がブクブクしてきます。こうなったら火をごく弱火に変えます。弱火で表面のリンゴを焦がさないように気をつけながら生地の中までじっくり蒸し焼きにしていくイメージです。20センチのフライパンでは約25分。フライパンが大きい場合は早めに焼き上がり、小さい場合は生地が厚くなる分、少し長めに焼く必要があります。生地の状態を見ながら調整しましょう。こんな感じで穴が開いているタイプの蓋を使われる場合は、お箸で穴を塞ぎ、フライパン内に蒸気がこもるようにしてください。20分くらい焼いたところで、中心まで火が通っているか確認します。爪楊枝を刺して生地がついてこなければ OK です。裏返して裏面も軽く焼いていきましょう。
美味しそうに焼けています。滑らせるようにしてフライパンに戻したら、残りの5分焼いていきましょう。合計25分焼きました。崩れないようにそっとお皿に移します。りんごケーキの完成です。表面がツヤツヤして美味しそうにできました。焼きたてが一番美味しいので早速いただきます。中までリンゴがぎっしり。一口食べてみると砂糖を使っていないとは思えないほどリンゴそのものの自然な甘さが感じられ、バターも最小限なのでくどさはなく後味はすっきり。米粉ならではのしっとりした食感、シナモンの香りがほんのり漂い、中までリンゴが詰まっているのでまるで焼きリンゴを食べているようなケーキです。これがリンゴ1個で作ったリンゴケーキです。外側にリンゴ3分の2を敷き詰めて、中に残りのリンゴを入れました。敷き詰めたリンゴが少ない分、外側に生地が流れてくるので見栄えは若干劣りますが、1個でも十分美味しくできます。こちらの方が生地のふわふわ感が強いので、食感的にこちらの方が好みという方もいらっしゃるかもしれません。リンゴ2個はしっとり、1個はふわふわで、どちらも違った良さがあります。リンゴ2個に比べると、リンゴ1個の方は甘さがやや控えめです。甘さが足りないと感じた場合は、食べるときにメープルシロップなどをかけてお召し上がりください。次の日はしっとりしてこれもまた美味しいですが、食べる前にトースターなどで温めると焼きたてのようになるのでおすすめです。リンゴが美味しい季節にぜひ試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。